皆さんこんにちは、ともり新です。今日は2025年注目の美白アイテムをいくつか紹介したいと思うんですけれども、2025年はですね、美白といってもメラニンだけのケアじゃないんですね。この前すごい解説をした白とかメラニンケアっていうのもそうですけれども、もう2つトピックスがあって、1つがブランド独自のくすみ対策っていうものをしている透明感爆上げ、そしてもう1つのカテゴリーがですね、ハリケアですね。あれこれやりたくないじゃないですか。やっぱり美白もしながらたるみだったりとかハリのケアもしていきたいっていうもの、この3パターンがあるんですね。これを一気に紹介していくと長くなるので、今回は前半として透明感爆上げアイテムを3つ紹介していきたいと思いますので、シミっていうよりはなんとなく全体的な透明感アップしていきたいよとか、年々肌のトーンが下がってきてる、ファンデーションの色が毎年なんか暗くなってんじゃないかなみたいに思ってる方はぜひ最後までご覧ください。では早速ですね、昔はもうほんとピンポイントにメラニンだけに効きます、美白をしていきます、シミを作らなくしますみたいな感じだったんですけれども、もちろんそれも必要なことだとは思うんですけども、最近はもうシミができたら美容医療で取りましょうよと。だけれども全体的な発光するような透明みたいな肌を皆さん求めていて、邪魔をするものは色でもあるし、肌の質感でもあるし、内部のメラニン以外の悪さをする色たちっていうところをフォーカスしているブランドさんがすごく多いんですね。なぜか今年はそれがさらにどんどん加速していって、メラニンだけじゃない独自の色ケアだったり質感ケアっていうものを推し進めているブランドが多いなというふうに思います。なので今日はそのうちの代表的な3つをですね、詳しくご紹介したいんですけど、オバジシクリアアドバンストローション化粧水になります。もう一つが SK2 ジェノプティックスインフィニットオーラエッセンス。 SK2 ってジェノプティックオーラエッセンスっていうのが代々来てるんですけど、2025年にまた進化したよっていう感じになります。もう一つがクリニックイーブンベターイルミネーティングブライトセラムです。イーブンベターと言ったら美白の美容液って言って一世を風靡したんですが、それがまたリニューアルして独自の有効成分にプラスアルファをして透明感アップっていうものを体現しているっていうものになります。なので3つ共通して言えることは、メラニンケアもするんだけれども、メラニンケア以外の色だったりとか独自の透明感アップの成分を入れているっていうところになってきます。まず1つ目はこちら、オバジといえばビタミン C ですよね。もちろんこちらにもビタミン C は入っています。それもまた新しいアプローチでビタミン C 入ってるんですが、そもそもビタミン C っていうのはもう美白の王様みたいな感じで、メラニンの産生を抑制したりとか、メラニンがどんどん黒くなっていくのを還元っていうんですけれども、淡くしていくっていうのもあります。今回のオバジのクリアアドバンストローションの中では、そのメラニンだけじゃなくてもう一つ、生ぐすみの原因の一つ、リポフスチンという物質にフォーカスを置いています。リポフスチン何かっていうとですね、一言で言うと細胞のゴミみたいなもので、細胞っていうのは脂質とタンパク質でできていますよね。なので細胞がね、代謝をね繰り返していく間にそのゴミが溜まっていくんですよ。過酸化脂質だったりとか過酸化タンパク質って呼ばれているものなんですが、そこからできるものがリポフスチンと言われています。要はゴミなので、ある程度年齢がいくとね、それが溜まりやすくなるんですよ。だから若い頃には表皮の細胞にはリポフスチンで少ないんですけれども、どうしても年齢がいくとゴミが多くなってきて溜まっちゃう。それによって生ぐすみが出てきちゃうっていうことなんですね。あと怖いのは、このリポフスチンっていうのは一度できると分解することができないっていうことなんですね。嫌じゃないですか。もう一つ嫌なのは、リポフスチンっていうもの自体が生ぐすみだけを起こしているんだったら100歩譲って、見た目だけかなみたいに思うんですが、増えすぎてしまうと細胞の中のリソソームと呼ばれる体の中の不要なものを分解する器官なんですね。リソソームが活性が低下しちゃうんですよ。だからゴミであるリポフスチンもますます溜まりやすくなるし、プラスアルファ他の不要物っていうのも溜まりやすくなって、細胞自体の代謝が落ちてしまうということになるんですよ。嫌ですよね。なのでオバジさんっていうのはリポフスチンっていうものを作らせないようにできないかっていうところに注目を置いています。そこで入れてきてるのがクリアアドバンスとコンプレックスっていう抗酸化作用が強い
い植物、そういったものの複合体でできているクリアアドバンスとコンプレックスっていうものを入れています。これを入れることによって過酸化脂質だったりとか過酸化タンパクみたいなそういった余分なものが酸化することを防ぐんですね。それによってリポフスチンが作られなくなるようになりますし、オートファジーといっていらないタンパク質だったりを再利用するっていうような働きが体の中には備わっています。これが低下しちゃうといらないタンパク質がまたねできてしまってリポフスチンができてしまうということになるので、オートファジーを活性化するっていうことが分かってるんですね。なのでリポフスチンの産生を抑えるっていうところがポイントになってきます。あと余談なんですが、リポフスチンっていうのは年齢だけじゃないんですよ。例えば紫外線ですね。その中でも UVA 波長が長いので肌の奥の方に作用してしまって、シミとかシワとかの原因になるんですが、このリポフスチンっていうのは UVA を与えるとさらに増えるっていうことが分かってるんですね。でもクリアアドバンスコンプレックスを入れることによって UVA を当ててもこのリポフスチンの産生を抑えられたっていうデータを出しているので、これからの時期どうしても紫外線のね防御しても当たってしまうことがあるので、やっぱり日々のリポフスチンケアとしても素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。あとは UV だけじゃなくってスマホのブルーライトだったりとか、あとストレスだったり寝不足でもリポフスチンっていうのはできやすいので、現代人にはこうリポフスチンケアっていうのはしっかりとねやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うので、すごいなと思います。冒頭でも話したようにオマジといえばビタミン C ですよ。ビタミン C をね高濃度入れられるっていうのはロートさんの技術でしかないんですが、今回は3種類のビタミン C の誘導体も入っています。持続型だったり浸透が多いものだったりっていうビタミン C の誘導体を組み合わせることによって常にビタミン C を肌に満ち足りさせるっていうような感じの処方をとっています。あとすごく面白いのが、実は2種類のビタミン C 誘導体、アスコルビルグルコシドとヘキシル酸グリセリルアスコルビン酸っていう浸透型と持続型のビタミン C の誘導体があるんですが、これを入れることでリポフスチンの生成を抑制するっていうこともデータを出してるんですね。それを見つけたのはロートさんなので、ビタミン C でもある程度このリポフスチンの産生を抑制するっていうことが分かっています。なので2つでリポフスチンケアをしていく、プラスアルファビタミン C 自体もメラニンのケアもできていくので、木くすみケアっていうところにもいいんじゃないかなというふうに思います。続いてはこちら SK2 のこの美白の美容液ってもう本当にオーラ肌っていう風に SK2 さんは言うんですけれども、透明感があって内側から光り輝くような肌っていうのはどういうものか、どうやったら肌の中で光をしっかりと反射させて綺麗に透明感を出していくかっていう研究をすごくしてるんですね。今回面白いなと思ったのは、どうやったら光が肌の中に入っていって出ていくかっていうものを可視化するようなバイオフォトニクスっていう研究をもとにして、角層だけじゃなくって肌のその奥の方ですね、角層の下っていうのは下流層っていうのがあって、下流層の下には有極層っていうものがあります。その下に基底膜があるので、基底膜から生まれた細胞っていうのは有極層になって下流層になって角質っていうものになるんですね。なので角質の細胞っていうのはよく見るんですけれども、下流層だったり有極層っていうものがどういう状態なのか、透明感がある肌と透明感がない肌ではどういうふうに違うのかっていうのを可視化して見てるんですよ。そしたら面白いことが分かって、透明感がある肌っていうのは角層のキメがしっかり整っていますよっていうことは皆さんもよく分かってると思うんですね。でもさらにもっと内側を見ていくと、キメっていうのは飛行といってへこんでるところと飛球といってちょっと盛り上がってるところがあるんですね。これが綺麗に並んでるものがキメが細かいっていうのはもう皆さんも分かると思うんですが、飛球のところですね、隣接っていうものが載ってるんですね。隣接っていうものがまばらになっていたら光が入ってこない。飛球と飛行の並びだけじゃなくて、その中のもっと小さい飛球のところのざらつき感がないかみたいなところもちゃんと見ていて、もちろんこのざらつきがない方が透明感が上がると。逆に下流層の厚みが薄い方が透明感が上がっているっていうことも分かりましたし、その下の有極層においては有極層の細胞自体が密になっているっていうのが透明感が高い肌っていうのが分かったんです。まとめると、角層のキメがね整ってるのは当たり前なんですけど、飛球っていうところのざらつきが少なくて、その下にある下流層自体が薄くて、その下にある有極層は細胞同士がギュッと密接につながっていれば、肌っていうのはすごく綺麗な透明感がある肌っていうことが分かったんです。じゃあそうじゃない人とそうな人、何が違うのかっていうのを SK2 さんが調べたところ、一つの因子が
が見つかります。炎症性サイトカインの一つの IL36 ガンマという物質なんですよ。汗腺といって肌の鱗みたいな感じでポロポロとね落ちてしまうような疾患があるんですが、そういう人で増えていたりとかっていう皮膚の状態あんまり良くさせないっていう因子ではあって、もともと分かっていたんですが、 IL36 ガンマっていうのが正常範囲内の中でも多めの人っていうのが角層だったり有極層だったり下流層だったりのその乱れっていうものが引き起こしているっていうことが分かったんです。病的な疾患として知ってた炎症性のサイトカインが実は透明感を阻害するような因子だったっていうところなんですね。 IL36 ガンマっていうのは夜更かしだったりとかストレスだったりとか紫外線でも増えるんですよ。色だけじゃなくって構造の変化がなぜ起こるのかっていうところを見つけて、それで炎症性のサイトカインを見つけたっていうところなんですよ。だからさっきのオバジさんは色、この SK2 さんは質感の変化っていうところに着目しているっていう、それぞれ違いますよね。今回 IL36 ガンマっていうのを見つけたんだったらこれを抑えようねっていうのがもう当たり前ですけど、 SK2 さんもちゃんと調べています。それがビサボロールプロという複合成分になります。ビサボロールっていうと聞いたことあるっていう方も多いと思うんですが、韓国では美白の有効成分として認められているものなんですね。でも普通のビサボロールではなくて SK2 さんが特許を取得している複合成分で、ビサボロールとパチルアルコールっていうものを複合的に合わせている成分になっています。それを入れることによってさっき言った IL36 が低下して透明感がある肌っていうところなんですね。肌の構造が綺麗になるっていうところももちろん色にもこだわっていて、寝不足とかで起こってくるビリルビンを抑えるっていう成分も今まで通り入っていますし、あとはもちろんナイアシンアミド、ナイアシンアミド自体はメラニンの産生を抑制して、あとメラニンを表皮の細胞に受け渡すのもブロックするっていうところにもなります。そして忘れてはいけないピテラですよ。ピテラ自体は肌のバリア機能を整えていくっていうのと、実は少しね美白の可能性っていうのもあるので、ピテラとビサボロール、そしてビルビルを抑えるような SDL-α だったりとか、あとはナイアシンだったり、そういったものを複合的に合わせて色も抑えていくし、構造自体も立て直していって全体的に透明感オーラ肌を作るっていうのがこの SK2 ジェノプティクスインフィニットオーラエッセンスになります。テクスチャーとしては前回のものと一見変わらないように見えるんですけれども、これも時代なのかな。前回は前回で良かったなと思ったんですけど、びっくりするぐらいにスッと浸透するんですよ。デパコスのもう頂点みたいなもんじゃないですか SK2 って。だからもっとトローンとした感じかなと思ったら、化粧水と乳液の間みたいな感じ、表面のベタつきっていうのが本当にないです。全体的な傾向なんでしょうね。だから朝使ってもモロモロ感とかも少ないんじゃないかなとは思うので、2月とか3月だったら保湿感もうちょっと入れたいっていう方もいらっしゃるのかなとは思うんですが、夏に向けてはすごくいい保湿感だと思います。続いてはこちら。これはもう何回かご紹介したことがあるんですが、クリニックのこのイーブンベターにしか入ってない UP302 っていう成分が肝になっています。UP302 自体はチロシナーゼの活性を抑えてメラニンの産生を抑えるっていうところでもアルブチンだったりとかハイドロ機能よりも機能が高いみたいな論文も出てるぐらいすごい成分で、 UP302 の 0.2% とハイドロ機能 4%、 麹酸 2% を比べたところどっちがメラニンの産生を抑制するかって言ったら UP302 がメラニンの産生を抑制するんですよ。メラニンの産生の抑制としてはかなり高い効果が認められている成分になります。あとはトラネキサム酸とか、あとナイアシンアミドとかそういったものよりも強いんじゃないかっていうふうにも言われています。今回そこにですね2つのビタミン C、 あとはナイアシンアミドっていうものが入ったんですね。2つのビタミン C っていうのがアスコルビルグルコシドとリン酸アスコルビルマグネシウムって言って、即効性のものとゆっくりなものっていう感じになっているので、それが紫外線が常に当たることによって抗酸化作用を強く高めて守っているっていうような感じですよね。守りのビタミン C が入って攻めの UP302 が入っているっていうところで、メラニンケアとしてはコンプリートみたいな感じなんですね。あとはですね UP302 自体が実は糖化を予防するっていうことも分かっていて、それも抑えるっていうことが分かっています。なのでメラニンだけじゃなくってその糖化対策もで
できる。プラスアルファサリチル酸で角質ケアをしながら N アセチルグルコシドっていうものが入ることによって細胞同士を緩めながらサリチル酸が入っていくことによってターンオーバーを促してくれるっていうところにもなります。あとは独自成分ではあるんですけれども、河原竹エキスっていうものが入っていて、河原竹エキス 5% と麹酸 2% が同等ぐらいの美白の有効性があるよっていうようなデータも出しているので、底上げしてくれるっていう感じですね。なのでターンオーバーを促しながら日くすみ、そしてメラニンにアプローチしていくっていう、色を排除していくっていう意味ではすごく高いものなんじゃないかなというふうに思います。何が一番好きかっていうと、皮脂テカ酸にはめちゃめちゃテクスチャーいいんですよ。あと通常だったら美白の美容液って重く感じるところあるんですが、イーブンベターに関してはもともとクリニークっていうのが皮膚科学発想で始まっているものなので、余計な油分とかも入れない感じなんですよね。これってノンコメドなんですよ。だから美白の成分使いたいんだけれども、やっぱりそれに入っている油分でニキビできちゃうみたいな人にもかなりいいんですよね。テクスチャーとしては一瞬濃厚そうに感じるんですけれども、伸ばすとピタッとサラサラになります。今までの美白の美容液っていう感覚があんまりなくってサラサラになるんですよね。ニキビもあってとか皮脂が多くて普通の美白の美容液をつけると皮脂でよれちゃうとか毛穴が気になっちゃうみたいな人も角質のケア成分も入っているので、ニキビケアではないんですけれども負担にならないで美白をしっかりとやっていくっていう感じなんですよ。本当にもう触ってほしい。塗った後の方がサラってなるんですよ。だから朝、言い方は悪いんですけれどもベタベタしてメイクをするよりもこれを1枚のせるとフラットになるので、毛穴を埋めてくれるような下地あるじゃないですか。ああいうのと似たようなツルツル感があるので、朝はこれをつけておくっていうとメイクの仕上がりも良くなるかなと思うので、皮脂テカ寄りの方、あとは男の人にもかなりいいんじゃないかなと思うので、イーブンベターノーマークだったわっていう方はテクスチャーだけでもちょっと見ていただきたいなというふうに思います。はい、ということで長くなりましたが、今期大注目のメラニン以外のケアもできる透明感アップのアイテム3つご紹介しました。次回はですね、色だけじゃなくってハリケアっていうのもできるアイテム、今年はね出ているので、そちらもご紹介したいと思うので次回も楽しみにしていてください。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。